どうも、皆さん、お薬飲んでますか？東北キリタンです。くそ、スペラーとか戦技マンばっかり気持ちよさそうな火力出しやがって。そう思った経験はありませんか？火力ジャンキーの私は、常にどうすれば火力が出せるか考えて日々を過ごしているのですが、瞬間火力界の優といえば、やはり学者。彼を使って、近接ダメージコンテストに挑んでいきましょう。というわけで、今回のコンセプトはこちら。じゃん。そう。役付けドーピングおじさんです。特定種別のスペルや戦技と違い、異物でダメージを伸ばす手段が限られる通常近接攻撃、状態異常特攻型にするのも手ですが、敵の耐性や効果時間の制約といった諸問題があります。手っ取り早いのは、やはり自己バフ。エルデンリング本編でも、バフを重ねて敵を破壊する光景は珍しくなかったはず。そこで役に立つのが、これらドーピング剤3種。いずれもアビリティ、傾向知識でアイテムレベルを3にした場合は、紅葉の香りは物理攻撃力を 1.2 倍に、レントゲの割れ雫はスタミナを 1.2 倍にしつつ、連撃回数に応じて段階的に攻撃力を最大約 1.47 倍に、そして強熱の攻薬はスタミナを 1.2 倍にしつつ、物理攻撃力を 1.45 倍にしてくれるのです。これらを持ち込んだ上で、ガラスの首飾りによる連撃バフも合わせれば、かなりの火力になるはず。握るべきは連撃加算速度の速い、技量補正を持つ武器。理想はご存知極剣二刀流ですが、鉄球剣系や猛禽の鍵爪も良い感じです。最悪、試験二刀流でも問題ありません。学者の罪人が出れば、良い感じの付帯効果のものが落ちますし、異物構成はこんな感じ。当然ですが、真相側は全てアイテム持ち込み&物理攻撃力上昇の2枠理想異物が必要です。強熱の攻薬については、多少出力は落ちますが勇者の日会でも代用可能。この辺りの解説はご要望があれば、ご紹介する映像の深度は5。ボスはグラディウス。今回は固定パーティでの出撃です。それでは、3日目までの様子をダイジェストでどうぞ。ホット T ポーズ石掘り発見伝。そんなわけで行動です。物理二刀流ビルドだとほぼほぼ確実によることになりますね。ちょうどアーツが溜まったのでぶっ放しましょう。結構ルーンやら2枠付帯装備やらが落ちてお得です。装備を漁りつつ、生き残っているモブを適当に掃除します。ろくな付帯は出なかったんですが、胆石回収して通り抜けましょう。収縮はいいかなんですと、安寧拉致イベントですね。行動プランの練り直しが必要です。うむむ。あべし、ゆべし。うおー、くたばれー。はい、ほい、はーい。いまいち。おのおのハルモニア&拠点ボスを討伐し、梶村の西域で集合することに。一人目はとことこイヤイマンですね。レディーがいないので棒立ちにすることが叶いません。試験のリーチを生かして差し込みつつ、切り下がりで離脱戦法を取っていきましょう。あっぶね。まあでもなんとかY のラストアタックボーナスが。さておき2人目は忍者ですね。付帯的には最大カットくらいしか期待はできませんか。全員集合したのでタコ殴りにしてゲームセットです。執行者の洗剤からは両手持ちの攻撃力上昇が期待できます。まだ二刀流できないので、試験両手持ちにしてもいいですね。忍者の洗剤からは、はい、ここガバポイント。物理カット率上昇の杖で良かったです。反省しましょうね。買い物の時間だオラー。これはスーパー両手持ちショップと見せかけて、私の欲しいものはこれ。そう、ジャンプ攻撃強化付きの毒のシャムシールです。
毒派生は基礎攻撃力が下がり神秘補正が追加されます。学者先生なら最終的な攻撃力はそれほど下がりません。仲間にも買ってもらうことができればメイン武器2本に有効付帯がついた状態で戦えます。最強というわけで両手持ち付帯をブライカンにお譲りし、代わりに鉄の目から毒シャムを恵んでもらいます。1日目夜、ボスは鈴玉狩りです。フィールドボスで変異している個体や中央砦に配置されている個体と異なり、そこまで強くありません。とはいえカット率がなければ当然ワンパンです。慎重に立ち回っていきましょう。スタミナを切らすことなく殴れる時にジャンプ攻撃を差し込む感じですね。ソロの時適当に2頭攻撃初段で戦いましょう。マルチはタメやらジャンプやらで攻撃できる機会が多いですからね。アクション強化付帯がマジで強いです。体勢が崩れ話が違うっすよ。ブライカンのアーツ、鉄の目のアーツ、ハルモニアの音調、3つの蘇生要素が学者先生を襲う。墓石に埋まった鈴玉狩りが表に出てくるのを確認しましたら、疾走で近づいてジャンプ攻撃連打を再開します。てな感じでフィニッシュです。地名周りは結構動機ずれが起こるポイントですね。パッシブは敵が稀に死ぬを取って2日目行きましょう。真っ先に潰すべきはやはり祭域ですね。湿地騎士の大野営地です。ちょっぴり踏み込んでアーツを発動。モブを巻き込んでルーンを頂戴しちゃいましょう。合わせて鉄の目がアーツをドン。入り口のモブはだいたい滅ぼせそうですね。トリさんは背中からズタズタに引き裂いてあげましょう。ブライカンからはジャンプ攻撃強化 20% の付帯をいただきまして、鉄の目様から2頭攻撃付帯をお譲りいただきます。お隣の決起梶村のボスを通りすがりにしばきます。残念ながらアーツはまだ溜まっておらず、こういう時敵を倒した時アーツゲージ増加の異物効果が欲しくなりますね。いわゆる汎用ビルドなら入れるのですが、2枠理想詰め込みが必要な特化ビルドだと外れてしまいがち。洗剤からは物理攻撃力上昇のパッシブをゲット。やったね。小ネタ紹介コーナー。属性状態以上派生した武器を梶村で戦技変更して一度地面に落とすと、はい、なぜか無派生になります。バグか仕様かは分かりませんが、次回パッチがあればそのどちらかはっきりするかも。では中央取り悲しみのネットワークエラー。ルーン減少デメリットをつけてる時にこれはちょっと辛い。当然破壊されている砦地下のボス洗剤からはブライカン用のため攻撃強化を落としておきます。爪のタリスマンを貢いでもらいつつ、タリスマン宝箱からは緑琥珀のメダリオンをゲットです。正面ルツボの洗剤を砂取ってようやく合流です。すいやせんねえ。屋上では変異体のツリーガードさんがお待ちかね。まずはスタミナバフを自分にかけまして、隙を見てバッタバッタと、隙を見てバッタ、隙を見て逃げるな卑怯者というわけでようやくワンタッチです。なんというかわし方をしてくる釣りガさんでしょうか。今回はタメブライカンさんが気持ちよくなってますね。タメ黒煙と両手タメモーションの噛み合いは神。洗剤からはがっかりレジェンダリー筆頭が、もちろんパッシブを選びます。2階にいるルツボからはパッシブとパッシブをいただきまして、中央砦攻略完了ですと見せかけてロスタイム。店売りの調香瓶を使ったり霊薬を飲んだりしてレベルを上げておきましょう。夜の応戦開始時点で調香瓶はレベル2、霊薬系はレベル3であることが必要です。霊薬は3日目の商人も売っていますが、お値段が高いのでね。ポーチの空きスロットにダガーを詰め込んだらタスク完了です。ケンちゃんのお家に遊びに来ました。
火力役とマーキング意識の高い鉄の目がパーティにいればそれほど脅威となる敵ではありません。レベル上げをサボってたダガーをポイポイし終えたら突っ込んでジャンプ攻撃を連打しましょう。弱き者よ。最終収縮開始と同時にその辺にいたカバ君をしばきました。洗剤からは鉄の目さん用に射撃攻撃強化の付帯でも落としておきましょうか。2日目夜、ボスはモーゴットさんです。例によってスタミナバフを自分にかけまして、あとはひたすらジャンプ攻撃を連打です。携帯移行後の斬撃は大事を取って離れましょうか。スキルパリーを取ってしまうのも手かもしれません。ブライカンさんが墓石を召喚してくれましたので物理攻撃力が上昇します。それを察知したモーゴットさん、超高速で遥か彼方へ離脱。卑怯な1ゲージダウンをダッシュ攻撃で起こして適当に殴ってゲームセット。最後の洗剤です。物理攻撃ぶっきたー。最後の洗剤は倍率も高いですからね。ウキウキモードで3日目行きましょう。3日目、まずは商人で霊薬系を買い漁ります。グビッと飲んでレベル3。商人からもう1本買いましょう。そいつをグビッと飲むと、はい、なぜか全能力がプラス5されます。生命と技量が執行者に追いつき、時給は全キャラ3位の値になりますね。さておき、付帯効果等の状況はこんな感じ。火力ガン決まりですね。まあだいたいいつもの私です。この演出は通常グラディウスですね。かわいいワンちゃんです。では強熱飲んで、紅葉巻いて、レントゲ飲んで、亀首をガジガジ。近づいてくれるまではダガーでデバフでも入れておきましょう。良い感じに近づいたらスキルでスタミナをもりっと増やし、殴れる時には殴りましょう。戦闘具を、これはちょっと減りすぎ、たまらずワンちゃんが分裂しますが、ふふふ。学者に対してそれは悪手なんだぜ。アーツでダメージ共有状態にしてからの、これが世界最強のバッタじゃい。というわけで震度5、グラディウス、撃破です。いかがでしたか？皆さんもドーピングおじさん、使ってみませんか？持ち込みドーピング3種の効果で、物理攻撃力が 2.55 倍、スタミナが 1.44 倍になる最強キャラ。持ち込み異物がなくとも、商人のラインナップ次第では同じことができますね。バカ力短期決戦が心情のあなたに、ぜひ。以上、東北キリタンがお送りしました。バイバイ。